突然ですが皆さんは PC でお絵描きしたいと思ったことはありますか？僕にはあります。僕自身はこれまでの人生で全くと言っていいほど絵を描いたことのない、なんだったら絵を描くという行為とは全く無縁な人生を歩んできたんですが、1年ほど前に突如として絵描きたいなぁと思い立ってから今に至るまで毎日欠かさず何かしらを描かなければ気が済まないような人間になってしまいました。そんなお絵描きど素人として生きている僕なんですが、実は絵を描き始めるずっと前からガジェットオタクとして PC 周りのアイテムを買い漁ってはこんな感じで動画にするという暮らし方をしてきたこともあり、お絵描きスキルは据え置きで環境だけはみるみると成長させることに成功したわけです。というわけで今回は PC でお絵描きをするために必要なもの、絶対にあった方がいいものと題しまして、もしかしたら今画面の前にいるかもしれない PC でお絵描きしたいなと思っているそこのあなたのために、そしてもうすでに PC でお絵描きをしながら暮らしているそこのあなたに向けて、僕が現在一体どんな PC お絵描き環境で生活をしているのか、じっくりとご紹介していきます。まずは PC でイラストを描くために必要なものということで、そもそもこれらがないと PC で絵を描くという行為すら行うことができないよという必要不可欠なアイテムたちをご紹介していきましょう。必要なもの ①、板タブ、液タブ。こちらは PC 上に直接書き込むようにして操作を加えるためのアイテムです。液タブというのは液晶ディスプレイに直接ペンで操作をすることができるアイテム。一方の板タブというのはノート PC のトラックパッドを大きくしたようなビジュアルをしていて、付属のペンを使用することで PC 上のマウスカーソルを操作することができるアイテムです。僕が現在使用しているのは XP ペンアーティスト24という液タブです。液タブというアイテムはこのように山ほど存在していると思うんですが、なぜこちらのアイテムを選んだのかというと、でかくて安かったから。こちらはディスプレイが24インチという普通の PC モニターと同じくらいの超特大ディスプレイが採用されていて、かつ解像度は WQHD であり、よくあるフル HD のディスプレイよりも綺麗な映像を出力することができるアイテムになっています。やはり絵を描く人間も絵を描かない人間も一度はまるでプロの漫画家の作業デスクに存在していそうな特大液タブというアイテムに憧れを抱くと思うんですが、僕も液タブを手に入れるまでは1ミリもお絵描きをしたことのない一般ガジェットオタクでしたが、家電量販店なんかででっかい液タブを見るたびにかっこいいなーって思いながら生活をしていました。だからでっかい液タブを買いました。ただしよく家電量販店で見かけるでっかい液タブみたいなアイテムって20万円30万円みたいなとんでもない金額が設定されていることがほとんどなので、かなりハードルが高いアイテムなんじゃないかなと思う方も多いかと思うんですが、こちらの XP ペンアーティスト24については公式ストアで 89,800 円、10万円を切ります。正直これまででっかい液タブは30万円くらいするようなアイテムだと思っていたので、10万円を切ってくるだけででっかい液タブで贅沢にお絵描きをするという生活がかなり現実味を帯びてきます。しかも割かし頻繁にセールが開催されているので、もっと安くなっているタイミングも多々あります。ちなみにこの画像は動画の原稿を書いていた時に撮ったんですが、ここにもレジで 10% オフみたいな表示があるので、まさにセール期間中だったんですね。そんなわけでお絵描き未経験者だった僕はこちらの特大液タブを手に入れて、無事お絵描きど素人としての人生を歩み始めることができたわけです。ちなみにでっかい液タブを使用してはいますが、実際にペンを走らせているのは光を当てると浮かび上がってくるこのエリアだけなので、理論上はそこまで大きい液タブである必要はないんですが、やはりゴリゴリにキャンバスを拡大しながら描き進めていく場面でもイラスト全体をチラチラと確認しながらというか視界に入れながら描くことができるというのが本当に快適で描きやすいです。ただ気になるのはこれだけの格安液タブちゃんと使えるのかどうかという部分だと思います。僕は絵を描くことで生計を立てているわけでもなければ、子供の頃から絵を描き続けてきたというわけでもない、ただの零細ガジェットオタクなので説得力はまるでないと思うんですが、ちゃんと使えます。 PC で毎日何かしらを描く生活を始めてからすっかり1年以上経過してしまったんですが、これまでに困ったことというのは全くないです。むしろ他のメーカーから登場している液タブなんかと比較すると、ディスプレイの縁に当たるベゼル部分がかなり細めなので、本体そのものが一回りコンパクトになっていて割と
小スペースで快適です。ただ強いて言うならば、ペンで何かを書き込む際の示唆というのがかなり大きく出ます。示唆というのはこんな感じで、ペンをディスプレイに当てた際にペンが当たっている部分と液タブに映し出されているディスプレイとの間に少しばかり距離が生まれてしまう現象のことです。気になる方にとってはものすごく気になる部分なのかもしれないんですが、だからといって書きづらいかと言われるとそんなこともないので、僕自身は全然気にしていません。そんな感じで液タブのお話ばかりをしてしまったんですが、世の中は当然液タブ派と板タブ派の2つに分断されているわけなので、ぶっちゃけどっちを選ぶのがいいのかというのは大変に議論を巻き起こす問題ではあります。僕自身はこれまで見ていただいた通り圧倒的液タブ派の人間ですし、なんだったら液タブというアイテムを使いたいがゆえに絵を描き始めたみたいなやばい遍歴をたどってきているので、かなり例外的な人間だとは思うんですが、どちらを選ぶのかの一つの基準となるのはお値段ですよね。なんといっても液タブというアイテムは板タブと比較するとべらぼうに高いので、そもそも液タブが選択肢に入らないという方も多くいると思います。逆に金額がクリアできるのであれば、自分のテンションが上がる方を購入してあげるのが一番いいと思います。ぶっちゃけ板タブと液タブのどちらを買おうが、自分の絵が突然上手くなるわけではないですし、結局自分が手を動かして描かなきゃイラストは生まれないので、どちらを買うのかみたいなのはそんなに大事なことじゃない気がします。ただよく言われるのは作業姿勢のお話ですよね。板タブの場合は手元ではなく正面のディスプレイを見ながら操作をすることになるので、比較的疲れにくいという一方で、液タブの場合は手元を見ながら書き進めることになるので、長時間作業をしているとだんだんと姿勢が悪くなったり首が痛くなったりするなんていうことをよく耳にします。これはその通りだと思います。それこそ学生時代に机の上で参考書を開きながら必死でノートに何かを書いていた時のことを思い浮かべればイメージはつくと思いますが、もちろん長時間首を曲げて下を向くような姿勢を取り続けていればだんだんと首が痛くなってくるわけです。僕も初めの頃は液タブを比較的水平に近い角度で使用していたので、割と体がきついなと思うことはあったんですが、ここしばらくというかここ1年くらいはこんな感じで液タブを垂直に近い角度でデスクに立てるようなイメージで配置をしてお絵描きしているので、正直首の痛みみたいなものは全くないです。このスタイルに移行できたのは、僕がこれまでに机に向かって絵を描いてきた経験が皆無だったからという部分が大きいかもしれないので、幼少期から実際に紙を使ってお絵描きをしてきたという方にとってはもしかしたら違和感が大きいかもしれないですね。ということで僕の見解としては、現状板タブであろうが液タブであろうが置き方次第で作業姿勢はそこまで変わらない感じで絵が描けるのではないかなと思います。必要なもの+2、左手デバイス。ここまでの液タブ、板タブ談義でものすごい時間を使ってしまったんですが、まだまだ必要なアイテムは存在しています。それが左手デバイスと呼ばれるアイテムです。というのも PC でお絵描きをすることになった場合、当然お絵描きソフトを使用して絵を描いていくことになると思うのですが、あくまで液タブや板タブというのは書き込むような動作が行えるという点に特化しているため、お絵描きソフト自体を操作するには全く向いていません。そのためペンでソフトウェア上に書き込みながらツールを切り替えたり、画面を拡大したり、左右を反転させたりという操作をスムーズに行うためのアイテムというのを用意してあげる必要があるのです。左手デバイスと言われるとなんだか難しそうで身構えてしまうかもしれないんですが、そこまで仰々しいアイテムである必要はありません。それこそテンキーというシンプルな数字キー専用キーボードなんていうアイテムを用意してあげてもいいですし、こんな感じのマクロキーボードと呼ばれるような本体に好きなキーを割り当てて使用できるアイテムなんかを用意してあげてもいいわけです。要は横幅が超短いキーボードを用意しようというお話です。普通のキーボードじゃダメなのと思った方もいるかもしれないんですが、正直普通のキーボードだと圧倒的にスペースが足りません。例えば僕が実際に PC でお絵描きをする際のデスク上の状況を見ていただきたいんですが、液タブはなるべく自分の手が楽に届くような距離に配置したいため、こんな感じでデスクの手前ギリギリくらいの部分に置くことになります。すると僕の正面のスペースはもはや液タブによって占領されてしまっているため、僕に残されたスペースは液タブの左側と右側の2箇所ということになります。そして僕は右利きのゆえ右手でペンを持つことになるので、必然的にソフトを操作するためのアイテムというのは液タブの左側に置くことになります。じゃあこの左側のスペースにキーボードを置いて操作ができるかと言われたら、ギリ置けないことはないかもしれない。かろうじて僕のデスクは幅が 160cm という広々設計になっているので、一応対処できるかもしれないんですが、かなり難儀する上に無理やり置くことになるの
ので、あまり操作感が良くないです。なので基本的には安い天気でも何でもいいので、液タブ横の小さいスペースに収まるようなアイテムを用意してあげる必要があると考えてください。ちなみに僕が現在左手デバイスとして使用しているのはコルネチェリー V3 という自作キーボードの左側部分です。この動画はもしかしたら普段僕の動画を見てくださっているキーボードつぶつぶ人間の皆さんのみならず、純粋に PC で絵が描きたいけれど何を用意したらいいのかわからないというガジェットとは無縁な生活を送ってきたという方も見ているかもしれないので、市販品でもなければその辺の液タブと同じお値段がする沼の深すぎるアイテムが登場してしまい、大変心苦しくはあるんですが、せめて解説をさせていただきたいということで、こちらのコルネチェリー V3 というキーボードは分割型という通常のキーボードを真ん中でスパッとカットしてしまったかのような形状をしたアイテムになっていて、普段キーボードとして文字入力を行う際には左右2つのキーボードをケーブルでつないで使用することになるんですが、実はこちらの分割型キーボードというアイテム、片方だけを PC に接続しても問題なくキーを入力することができてしまうんですよね。なのでそれを逆手にとって普段は左右を接続した一般的なキーボードとして使用しているんですが、お絵かきするぞという時には一旦右手側のキーボードをリリースした上で液タブの左側に添えて操作をすることができるようになっているんです。しかもこちらのコルネチェリー V3 についてはセンティングというキーボード本体にうまいことカメラ用の三脚を取り付けることによってかなり急激な傾斜をキーボードにつけることができるようになっているので、長時間キーボードに手を添えていたとしても手首が痛くなるようなことが限りなく少なくなり、ものすごく快適な操作を行うことができるようになるのです。すごすぎる。ちなみにこちらのキーボードについて少しでも興味が湧いてきたよというそこのあなたは、以前にこちらのキーボードについても動画にしておりますので、ぜひ合わせてこちらもご覧になってみてください。ということで、誰にも真似できないであろうヤバすぎる左手デバイスを見せつけてしまったんですが、実は僕のお絵かき環境にはもう一つ左手デバイスというものを用意しています。それがここ、なんと液タブのベゼル部分にがっちりと固定して使用しているんです。こちらは XP ペン ACK05、さっきとは違ってちゃんとお絵かきデバイスメーカーから登場している左手デバイスです。基本的な操作であるコントロール Z やキャンバスの回転のようなキーについてはこちらの分割型キーボードに割り当てているんですが、それ以外の割と頻繁に発動させるんだけどキーが足りなくて割り当てきれなかったみたいなショートカットを割り当てておくためのアイテムとしてこちらを用意しています。具体的には下のレイヤーでクリッピングとかサイド明度の調整などのショートカットを割り当てています。ちなみにこちらの XP ペン ACK05 については本体に搭載されているホイールでキャンバスの回転など回す動作というのを直感的に行うことができたり、 PC とのワイヤレス接続ができたりとかなり優秀なアイテムなので、メインの左手デバイスとして使用するのも大変におすすめです。必要なもの ③ PC。 言うまでもないことではありますが、当然 PC で絵を描くためには PC 本体を用意してあげる必要があります。もしかしたらどんな PC を用意してあげたら絵を描くことができるのかと気になっている方もいるかもしれないんですが、基本的には今ちゃんと動作する PC であれば絵を描くこと自体は問題なく行えるのではないかと考えています。実際に僕がいつもお絵描きをしているクリップスタジオペイントの動作要件をちらっと見てみると、 SSD2 に対応したインテル AMD 製 CPU、 まあ今日の PC に搭載されているであろう普通の CPU であれば問題ないでしょう。 OpenGL2.1 に対応した GPU、 こちらもいわゆる普通の PC であれば問題にはなりません。 2GB 以上のメモリ必須、 8GB 以上推奨。最近販売されているノート PC には最低ラインとして 8GB のメモリが搭載されていることがほとんどだと思うので、推奨環境で使用できそうです。ということで、書けるのか書けないのかというお話であれば、どんな PC でも書けると思っていただいて差し支えないのではないかと思います。なんだって今やスマホでもお絵描きできる時代ですからね。ただこれはあくまで最低ラインのお話です。当然お絵描きソフトが使えるからといって一切の不満なく快適に絵が描けるかと言われたらそういうわけではありません。例えば線画にベタ塗り影を入れてさらにちょっとしたエフェクトを加えていくという感じでものすごいレイヤー数を使って作業を進めていくという場合には PC のメモリというものを多めに確保してあげないとソフトが途中で固まったりもたついてしまうでしょうし、画像の拡大にも耐えられるようになるべく大きめのキャンバスサイズを指定してお絵描きがしたいという場合にはよりスペックの高い CPU である方がサクサク動作するでしょう。あと個人的に結構大事だなと思うのはファイルの保存先。作業ファイルというものはイラストの完成に近づくにつれファイルサイズがどんどん大きくなってしまうものだと思うんですが、当然大きいファイルは読み込みの際にものすごい時間がかかります。なのでできれば PC の SSD に保存しておきたいわけです。まあ最近の PC であれば基本的に SSD が搭載されていて、むしろハードディスクが初期装備として搭載されていることの方が珍しくなってしまったような気がするん
んですが、もしも SSD が搭載されていなかったり、あるいは容量が足りなくなっているという際には、別途増設するなり、外付け SSD を用意しておくなりした方が絶対にいいと思います。せっかくなので、僕が現在どんな PC でお絵描きをしているのかということをお伝えしておくんですが、僕はでっかい自作 PC を使ってお絵描きをしています。ただ一つ言っておくべきことがあるとすれば、別に PC でお絵描きをするために組んだわけではないです。むしろ日々の動画編集をいかに快適に行うかということを考えてパーツを選んだりしたので、おそらくお絵描き用 PC として考えるのであれば完全にオーバースペックです。さらっとスペックもご紹介しておくと、 CPU が Intel Core i7-14700K、 グラフィックボードが GeForce RTX 4070Ti、 メモリが 64GB ということなのでモリモリです。これくらいまでスペックを盛ると、お絵描きソフトを使用している際にカクカクするとか処理が遅いとかちょっとした悩みみたいなものは全て消し飛びます。あまり参考にはならないと思いますが、一応こちらの PC の詳しいパーツ紹介とか組み立て方法については過去に動画でご紹介しておりますので、よろしければ合わせてご覧になってみてください。ということで、ここまで PC でお絵描きするために必要なアイテムというのを3つご紹介してきたわけなんですが、ここで1つ立ち止まって考えておくべきことがあります。それはそもそも PC で絵を描く必要があるのか。きっとこの動画を見てくださっている皆さんの中には PC で絵を描いてみたいと思っている方も当然いらっしゃると思います。ただここで皆さんに問いたい。それ本当に PC である必要ありますか？もう少し言うならば PC でお絵描きをしてみたいっていうのはほとんどデジタルでお絵描きをしてみたいという言葉と同義なのではないかと思うわけです。そしてデジタルでお絵描きをするにはもちろん PC を使うのが一つの選択肢としてありますが、もう一つタブレットを使うという方法もあるわけです。そして場合によってはというか、僕の考えとしてはむしろ多くの方にとって PC でお絵描きをするよりもタブレットでお絵描きをする方がいいんじゃないかというものがあります。そもそも僕が PC で絵を描いているのは一体なぜかというと、まず大前提として液タブが欲しかったから。そして僕は PC でお絵描きを始める以前からずっとガジェットオタクとして毎週 YouTube に動画を投稿しており、そんな動画制作を支えられるほどのスペックモリモリ PC がすでに存在していたから。ざっくり言うならば僕は PC 環境がすでに整っていたんです。だから PC で必要なアイテムを揃えることがそこまで大変ではなかったんですよね。しかしながら僕は間違いなく少数派です。多くの方はゴリゴリの動画編集に耐えられる PC というものを持ってはいないだろうし、そもそも PC を持っていない可能性だって十分に考えられます。そんな方にとってはむしろ PC ではなくタブレットを1台用意してそれでお絵描きをするという方が圧倒的にシンプルで、かつ用意するべきものもたったの1台で済んでしまうので、ものすごく簡単にデジタルでお絵描きをする環境を整えることができてしまうのです。ということで、私もしかしたらタブレットの方がいいのかもしれないと思い始めているそこのあなたのために、今回はお絵描きアイテムとして設計されたタブレットというものを実際に使用してみたので、こちらも少しだけご紹介しておきましょう。こちらは XP ペンマジックドローイングパッド。ちなみにこのパートは案件です。本体には 12.2 インチのディスプレイが搭載されていて、タブレットとしては比較的広々としたサイズ感な気がします。なお本体の厚さは約 7mm、 重さは約 600g ということで、大きさの割にかなり取り回しのいいサイズ重量になっています。裏面には XP ペンのロゴが存在しています。そしてこちらのアイテムはお絵描き向けの Android タブレットということなので、もちろん付属のペンを使ってディスプレイに直接書き込むようにして操作をすることができます。こちらは充電不要のスタイラスペンになっていて、まさに液タブや板タブ用のペンみたいな感じになっています。そして一番特徴的なのはお絵描き用途にチューニングされたこのディスプレイ。まずは筆圧検知レベルが 16,384 段階となっており、性能モリモリらしいです。僕が普段 PC で使用している液タブの筆圧検知レベルが 8,192 段階だったので2倍繊細っていうことですね。まあお絵描きと素人の僕には正直違いがわからなかったというのはここだけの話。またこちらのディスプレイは X ペーパーディスプレイということで、よくあるタブレットやスマートフォンのような光沢感のあるディスプレイではなく、アンチグレアで艶消し感のあるサラサラしたディスプレイが採用されています。特にフィルムを貼っているというわけではなく、初めからディスプレイが非光沢タイプになっているというのはかなり特徴的かもしれません。よってこちらのタブレットに直接何かを書き込む際にもツルツルした感覚はなく、とても書きやすいです。ただしいわゆるペーパーライクフィルムのようなザラザラガリガリした書き心地ではなく、む
しろ液タブに書いている時と全く同じサラサラと画面の上を滑らせるような感触を得ることができます。毎日 A4 の紙にボールペンでメモしながら暮らしている手書き過激派の僕に言わせれば、紙のような書き心地というには少し摩擦感が足りないですね。ということで実際にこちらのタブレットを使って少しお絵描きをしてみたんですが、やはりタブレットで絵を描くことの一番の魅力は場所を選ばないことですよね。もちろんこんな感じでデスクの上に置いて腰を据えてペンを動かしていくのもいいですし、あるいは寝っ転がったり自分のお部屋ではなく外出先で描いてみたりと、あらゆる局面で何かを描くという行為が行えるので、お絵描きに対するハードルがぐーっと下がりますね。タブレットならこんな姿勢でも描けちゃいますからね。 PC では絶対にできません。 PC で絶対にできないことで言えば、お絵描きソフトを起動している際、キャンバスを回転させたり拡大したりする際に指で直感的に動かせるという部分ですね。 PC であれば左手デバイスを用意して必死にボタンを連打するぐらいしか拡大縮小や回転をする方法はないんですが、タブレットであれば2本指でディスプレイを操作してあげるだけでいい感じの位置にキャンバスを動かすことができるわけですから、人によってはこちらの方が圧倒的に使いやすいと感じるかもしれません。まあ僕はもう PC に慣れすぎてしまったので、指で操作をするというのは逆に違和感がすごかったですね。ただタブレットも指で操作できるとはいえ、どうしてもディスプレイが PC と比べて小さかったり2枚3枚と用意することができなかったりするため、ツールを切り替えたりブラシサイズを変更したりという操作については、こんな感じで別途点キーを用意して操作をしてあげた方が快適でした。なおコントロール Z のような操作については、タブレット特有の3本指でタップとか3本指で連続タップみたいな操作を使用することも可能ではあったんですが、僕が使用した限りだとペン操作と指操作の切り替えの関係でいまいちうまく発動させられないという場面があったので、これも点キーを別途用意して割り当ててあげた方が快適な操作ができました。ちなみにこちらのスタイラスペンには人差し指部分にショートカットを割り当てられそうなボタンが一つ搭載されているんですが、残念ながら現段階では自分で機能を割り当てることはできず、押している間は消しゴムツールに切り替えという機能で固定されています。ただ個人的には人差し指に力を入れた状態だと綺麗にペンを動かせず、消したくない線まで消してしまうという事態が頻発するのでほとんど使っていません。押すたびに切り替えという感じにしてくれたら最高に便利なんですけどね。ということで気になるポイントが少し続いてしまったんですが、そんなこちらのマジックドローイングパッドの気になるお値段は公式ストアにて 84,900 円。かなりお手頃タブレットではありますが、しっかりお絵描きソフトをインストールして気持ちよくペンを走らせることができました。僕自身は PC でお絵描き派だし、こんなタイトルの動画を作成している身ではありますけれども、もしもデジタルでお絵描きしたいという人間が目の前に現れたら、まずはタブレットを絶対に進めると思います。なんだってタブレットであれば自宅に限らずどこでも使用することができるし、万が一お絵描きをすることがなくなってしまったという最悪のシナリオに直面することになってしまったとしても、他の用途があるので完全に持て余してしまうことがなくなりますからね。なんだったら僕もこちらのタブレットをご提供いただいてからお絵描きに限らず趣味の CNN や ABC の英語記事を読んで知らない単語を収集するという大変崇高な行いに活用させていただいておりますからね。ということでデジタルでお絵描きしてみたいなと思っている方は PC だけではなくタブレットを使ってお絵描きをするという選択肢も一度考えてあげると、より幸せな将来が待っていると思います。というわけでタブレットでお絵描きをするという可能性を案件パートとともに皆さんにお示ししたところで、また動画のタイトル通り PC でお絵描きをするためのアイテムに戻っていきましょう。とはいえここまでですでに液タブや板タブ、左手デバイス、そして PC という必要不可欠なアイテムについてはご紹介してきたので、ここからはなくても絵を描くこと自体は可能だけれども絶対にあった方がいいよと思ったアイテムをご紹介していきましょう。ただ先に断っておくと、僕自身の PC のお絵描き環境は液タブを中心に構成されているものでありますので、これから紹介するアイテムも割と液タブ環境に寄ったものになってしまうことご了承いただけますと幸いです。絶対にあった方がいいもの、1、モニターアーム。こちらは液タブを使っている方限定のお話になってしまうのですが、モニターアームというアイテムを使用すると液タブ環境が劇的に快適空間に生まれ変わってくれます。そもそもモニターアームというものはこんな感じでデスクの縁に取り付けると PC のモニターをまるで宙に浮いているかのように設置をすることができるというアイテムです。そんなモニターアームなんですが、実は液タブにも取り付けることができる場合があります。念のためお伝えしておくと、全ての液タブに取り付けられるというわけではなく、背面に正方形を描くような4つのネジ穴が存在しているか、あるいは製品スペックのところにベサマウントと記載されているようなアイテムであればモニターアームを取り付けることが可能になります。僕は現在使用してい
いるこちらの XP ペンアーティスト24という液タブにモニターアームを取り付けて使用しているんですが、モニターアームを取り付けることによってこんな感じで使う時には手前に持ってきて、使わない時はデスクの奥まで移動させるということがものすごく簡単かつ瞬時に行うことができるようになります。それだけではなく液タブの角度なんかもちょっと違うなと思ったら瞬時に両手で液タブの両端を掴んでグイッと動かすことができるようになるのです。つまるところ、とにかく液タブの位置調整や角度調整が簡単に行えるようになり、常にベストなポジションでお絵かきをすることができるようになるのです。ちなみに僕が現在使用しているのはヒューレットパッカードモニターアームというものなんですが、残念ながら現在は販売が終了しているので、今から同じものを購入したいという場合には全く同じ性能であるエルゴトロン LX というモニターアームがおすすめです。絶対にあった方がいいもの、丸2、ペンホルダー。僕は現在、液タブの右側部分にペンホルダーというアイテムを取り付けており、側面に液タブのペンを引っ掛けておくことができるようにしています。正直なところ、液タブによっては、初めからペンホルダーというアイテムが同梱されていることもあるんですが、こちらの XP ペンアーティスト24については、ペンホルダーではなく、ペンスタンドのようなペンをデスクの上に立てておくことができるアイテムというのが付属していたんですよね。ただ、こんな感じでデスクの上にペンを立てておくと、ことあるごとに腕が当たったりケーブルが引っかかったりしてペンを倒しまくる日々が続いてしまい、ものすごいストレスを感じてしまったんですよ。そこで両面テープで液タブの縁に貼り付けるタイプのペンホルダーを購入して、現在はペンが宙に浮いた状態になっているというわけです。絶対にあった方がいいもの、丸3、いい椅子。大変ざっくりしたお話というか、もはやお絵かき環境にとどまらず PC 環境全般に言えることではあるんですが、確実にいい椅子というものが必要です。今日はお絵かきしちゃうぞと思ったが、最後日が傾いて夜になるくらいまでは永遠に座り続けてディスプレイに向かい合ってしまうのが人間というものではないですか。なのでそんな一日中座り続けてしまう自分の体にかかる負担を少しでも減らすべく、なるべくいい椅子を用意してあげる必要があるわけです。僕が現在使用しているのはハーマンミラーエンボディチェア。新品で購入すると20万円を超えてしまう激ヤバオフィスチェアなんですが、これがあまりにも快適すぎる。特に僕は液タブをほとんど垂直に近い角度に立てて絵を描くような姿勢をとっているんですが、この姿勢とエンボディチェアという超高級オフィスチェアの親和性がめちゃめちゃ高いんですよ。こちらのエンボディチェアというアイテムは推奨される使い方として後傾姿勢というものが言われています。要するにこちらのエンボディチェアで最も快適な姿勢というのは、椅子を思いっきり後ろに倒すかのような超絶リクライニング姿勢だというわけなんです。もちろん椅子を後ろに倒すだけであれば他の椅子であっても行えると思うんですが、こちらのエンボディチェアについては背もたれ部分に無数のフレームが張り巡らされており、背もたれ部分に背中を預けた際、このフレームの一本一本が我々の背中をぴったりと支えてくれるので、思いっきり椅子を倒した状態であっても体の位置がずれてしまうことなく、最も気持ちの良い姿勢のままでそのまま体を後ろに倒すことができるのです。そしてそんな後傾姿勢を取ることによって垂直に近い角度に立てられた液タブに対してものすごくリラックスした体勢のままで絵を描いていくことが可能となるのです。正直エンボディチェアとほぼ垂直液タブを組み合わせると、絵を描いている際に首や腰などが痛くなるみたいな現象が全く起こらないので、文字通り朝から夜まで描き続けることができるようになります。やばいです。絶対にあった方がいいもの、丸4、トラックボールマウス。 PC を使用する以上画面上で操作を行うためにはマウスというアイテムを用意しなければなりません。ただし液タブなどのお絵かきアイテムをデスク上に置く場合、かなりのスペースを占領してしまいます。そこでぜひ用意していただきたいのがトラックボールマウス。トラックボールマウスというアイテムは本体に大きなボールが搭載されており、ここをくるくると回すことによって PC 上でマウスカーソルを操作することができるというものであり、要するによくあるマウスのように PC 操作をするためにマウス本体の位置を前後左右に動かす必要というのは全くないため、マウスを置くスペースさえ確保することができれば快適に PC 操作を行うことができるようになるのです。それこそ僕のデスク周りであればお絵かきするぞーと思った際、正面にはでっかい液タブ、そして左側には左手デバイスという状態になり、もはや残された空間は右手側のごく小さいスペースに限られてしまうのですが、トラックボールマウスであればこの小さいスペースだけでも存分にマウスカーソルを動かすことができます。ちなみに僕が現在愛用しているトラックボールマウスはケンジントンスリムブレードプロ。こちらは本体のちょうど中心あたりに大きなボールが備えられており、ここを人差し指や中指などでくるくると転がして操作を行うことができるタイプのトラックボールマウスです。実はトラックボールマウスと一口に言っても、このような人差し指や中指で操作をするタイプのトラックボールマウスと、ボールがマウスの左側面についていて右手親指を使って操作をするタイプのトラックボールマウスという
ものが存在するんですが、お絵かきをしながら使用することを想定した場合、右手でペンを持っている状態であっても、こんな感じでペンを持っていない時と同じような手の動かし方で操作が行えるので、個人的には人差し指中指タイプのトラックボールマウスの方がおすすめです。ちなみにこちらはワイヤレスで使用できるという点も限られた空間を有効活用できて素晴らしい。というわけで今回は PC でイラストを描くために必要なもの、絶対にあった方がいいものと題しまして、僕が現在 PC でお絵描きをする際に大活躍しているアイテムたちを7つご紹介してまいりました。個人的には PC で絵を描くことのメリットの一つとして、好きなアイテムを好きなだけ接続して、より快適なお絵描き環境を構築することができるという部分があると思っているので、もしこの動画を見ている皆さんも PC でお絵描きをするということがあれば、ぜひ作業を止めたくても止められないほどに超快適環境というものを目指してみてください。あとは動画の高評価とかコメントとか旧 TwitterX のフォローなどなどいろいろよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。